はい、こんにちは。札幌でトイレやってます橋本忍です。今日はですね、色化粧の実験をちょっとやっていこうと思うんですが、色化粧っていうのは白いね化粧土、それに顔料を混ぜて、で色付きの化粧土、ね、それを作るっていう実験です。特にね、今何か作品にそれを反映させたいっていうわけじゃないんですが、グレー化粧を作ってみようかなとか前からちょっと思ってたので、それをねちょっと実験してみようと思います。やり方としてはですね、まずちょっともうね作っちゃったんですけど、まず白化粧を作ります。白化粧の作り方、僕のレシピに関しては以前の動画でねここら辺に貼っときますんで、そちらから化粧土の配合とかはね見てください。でその、作った化粧土、それに対して、僕が使ってる黒の顔料ですね。黒の顔料、これは、M700、 この M700 という顔料、これがですね、多分黒の顔料の中では一番強力だと思います。一番黒くなると思います。何せね白いものに黒を入れていくので、なかなか黒くならないわけですよね。僕の黒化粧とかもこれを使ってます。これを入れていかないと、普通の顔料、いわゆる練り込み顔料みたいな感じで売ってるトイレ用のね顔料、あれだとなかなか黒くなりきんないんですね。そこで、いろいろね材料屋さんに聞いて見つけてもらったのがこの M700 というやつですね。それで、作った白い化粧土、それに対して今回は M700 を 1% から 5% の間で、入れていきます。50g で作ったので 50g に対しての、1% から 5%、 0.5g から、2.5g の間ですね、その間で、テストしていきます。この混ぜたもの、もうねすでに結構、分かりやすいのどれだろう。これ 1% の色と5% の色、カメラだと分かりにくいか、結構違います。でもねこれなかなかね、そのグレーっていうのがね、グレーの階調難しいですよね。どっからグレーなんだかね。ほんとねグレーって結構見る人によってねいろいろこれをグレーって呼んだり呼ばなかったりとか、なんか違う感じありますよね、人によってね。今回はそうですね、割と濃いめにねしっかりその化粧自体の色を判断したいので、濃いめに作っていきます。はい、それでは、こっちからね 1%、2%、3%、4%、5%、M700 黒がね、1% から 5% までの割合で、混ぜてみました。これね僕は M700 っていう結構黒の強い顔料を使っているので、なかなかねちょっとこう差が難しいんですね。 1% 刻みがね、もしかしたらもうちょっと薄い顔料というか一般的な黒の顔料の方が実験しやすいのかなってちょっと今思いましたね。黒がね強すぎるんで M700 だと。で50g に対して1% から 5% までだから結構ねシビアなんですよね。0.5g 単位で刻んでいくんで、すごい精密な測りがあるのでね、0.001g
ぐらいまで測れる精密な測りあるんで、それでね本当に耳かき1杯ぐらいずつこう増やしてっていうのをやってちょっと大変なので、そうだね 100g とかね量が多くなればなるほどね測定しやすいのでその方がいいかもしれないですね。あと、顔料はもしかしたらM700 じゃなくて薄いやつの方が、実験としても幅を持たせれるかもしれないですね。 1% から今 5% までですけど、例えば 1% から 10% ぐらいでね、そうするとその間のグラデーションが細かく見れるかもしれないですね。はい、そんなわけで、じゃあねこれをかけていきますか。そしたらこれはね簡単に書けていきます。粘土に 1% の1って書いてますね。これで粘土の板に1から5まで書いてあります。もう単純にこのままジャーッと書けていってしまいます。こんな感じ。よし、1%。グレーですね当たり前だけど。次は 2%。これか。次は 3%。で最後に 5%。はい、かかったものがこんな感じですね。綺麗なグラデーションになってますね。これ組み合わせてね、なんか装飾に使ったら面白いかもしれないですね。よし、そしたらですね、あとこれは素焼きして、本焼き透明油をかけて本焼きまでやっていこうと思います。はい、テストピースの素焼きが終わりました。見てみましょう。はい、こんな感じで、左から 1%、2%、3%、4%、5% の割合で M700 を混ぜてみました。パッと見ですね、やっぱ会長がなかなかシビアですね。1% と 5% をね見れば全然違うんですけど、 2% と 3%、3% と 4% の違いなんかはもうパッと見わからないですね。じゃあ次はね、ここに、透明油をかけて本焼きに行こうと思います。はい、素焼きが終わりましたので、釉薬かけていきます。今回は石灰透明をかけています。
焼き上がりました。最初に言ったように、白化粧に対して黒の顔料を 1% から 5% まで、足していきました。で、結果なんですが、ご覧の通りですね、なかなか微妙です。1% あたりは割とグレーに近いんですが、やっぱね 3%、4%、5% になっていくと、なかなかもう差が感じられないですね。よく見てみましょうか。まずね、これ 1%。これはグレーといえばグレーに近い状態だとは思います。ただね、地の土がね、僕の使ってる、土の色とかね、あと、元のベースになる白化粧、それとかの兼ね合いで、これぐらいの、ちょっとね、グレーにしては暖色系かなっていう感じがありますね。で、2% がこれ。これもね、グレーといえばグレーですが、1% と比べてみましょうか。ね、こんな感じ。ここはね、結構 1% と 2% で、全然感じが違ってね、わかりやすいんですが、じゃあ次、3%。これ 3%。もう、だいぶコンに近いのかな。これ 2% と 3%。なかなか難しいですね、差がね。はい。これ 3%。次、4%。これ。全然差がわからない。わかんないかもしれない。ちなみに、これ、石灰透明を書きましたね。石灰系の透明油です。いわゆる市販の石灰透明油ってやつですね。それを書きました。これは 5%。こっち4。こっち 3% だ。こっちが 4%。ね。もうなかなか肉眼では捉えきれないですね。この感じは。これ見てわかるように、ここは釉薬かけてる部分、ここはかけてないで化粧だけです。それと、この端っこは、元の土だけの色ですね。こういう色。こういう色になって、化粧だけの部分、釉薬かかるとこんなに濃くなりますね。今回のね、この実験で、分かったのは、そうですね、僕の土と僕の白化粧と、M700 っていう黒顔料。その組み合わせで言えば、1%。ここら辺からですね、この 1% から上下を探っていく。そうすると自分の好みのグレーが作れるかもしれないですね。もう 3%、4%、5% はもうほぼ黒に近い感じですね。透明油をかけた上でね。透明油かけなければまだグレーとは全然言える感じなんですよ。透明油かけるともう黒に近くなってしまいます。こんな感じでね、今回は、グレーの化粧を作ってみるっていう実験をしてみました。この結果はあくまで僕のこの環境ね、僕の環境で僕の持ってる材料、そういう設定の中で出てきた結果がこういうことです。またね、皆さんがね、もしこういう実験をするときは、自分の環境の中でやるので、また全然違う結果が得られると思いますので、こんな風にやっていくんだっていう感じでね、見ていただければいいかなと思います。よし、じゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。